あなたと親友の関係が壊れるとしたら、それはどんな時ですか？遡ることおよそ10年前の2012年7月6日、アメリカウエストバージニア州。あなた、スカイラーがいないの？青ざめた表情でそう訴えるのは、この家の母親、メアリー・アネット・ニース。16歳の娘、スカイラーを起こしに向かったところ、寝室から彼女がいなくなっていたんです。知人に片っ端から連絡を取り、スカイラーが行きそうな場所をくまなく探しても、その姿はどこにも見当たりません。誘拐を疑った両親は警察へ通報するんですが、そこから半年間、彼女の足取りは一切つかめなかったんです。そして半年後、スカイラーは遺体という最悪な形で見つかってしまいました。遺体が見つかったのは、警察が必死で探しても見つからなかったそのありかを知っていた人物がいたから。その人物はなんとスカイラーの親友だったんです。警察が見つけられずにいた遺体の場所をなぜ知っていたのか。親友だった少女たちの間に一体何があったのか。そこには思春期の彼女たちが抱える誰にも言えない葛藤があったんです。ニャチンケスオスを逆再生して本日皆様にご紹介するのは、失踪の後遺体となって発見されてしまった16歳の少女スカイラー・アネット・ニースについてなんです。彼女の遺体は長い間発見されなかったんですけど、実は遺体の場所を知っていたのが身近な人物でいたんです。その身近な人物、犯人に近いんじゃない？東大元暮らしですよね。予想だなんだコメント欄で書きながら見ていただきたいんですけど、スカイラーがなぜ失踪したのか、その場面から見ていきたいと思います。行方不明の少女。遡ることおよそ10年前の2012年7月6日、舞台はアメリカウエストバージニア州スターシティ。あなた大変、スカイラーがいないの？そう叫んだのはニース家の母親、メアリー・アネット・ニース。この日の朝、彼女が16歳の娘スカイラーを起こしに向かったところ、部屋はもぬけの殻。前日ファーストフード店のアルバイトから帰宅し、そのまま就寝したはずの娘が忽然と姿を消していたんです。部屋の窓は開け放たれており、スカイラーはそこから抜け出したように思えました。しかしスカイラーは真面目な優等生で、両親は彼女が夜中に家を抜け出したとは考えられませんでした。もしかして誘拐事件に巻き込まれたんじゃ。そう考えた両親はすぐに警察に通報。そしてこう訴えるんです。お願いです、アンバーアラートを出してください。アンバーアラートってまた聞き慣れない言葉ね。日本に住んでいる我々もちろん馴染みがないと思うんで、本日のメトラキーワードアンバーアラートについて。アンバーアラートとは、アメリカで未成年者の誘拐や行方不明事件が発生した際に発動される緊急速報のこと。アンバーアラートが発動されると、テレビやラジオなどのメディア、道路上の電光掲示板、SNS、携帯電話へ速報が流れるようになっています。アンバーという名前は、1996年にテキサス州で誘拐・殺害された9歳の少女アンバー・ハガーマンから取られたもの。同じような事件を繰り返さないための教訓の意味が込められているんです。アンバーアラートが発動されるには、4つの条件を満たす必要があります。子供が誘拐されたと考えられる。年齢が18歳未満である。子供が死亡または重傷を負う可能性が限りなく高い。アンバーアラートが機能するのに十分な情報がある。これらの判断基準から発動するか否かが決定されるんです。アンバーアラートの発動を必死で訴えるスカイラーの両親。しかし警察からの返答はこうでした。今回はアンバーアラートを発動しません。この時警察がアンバーアラートを発動しなかった理由は、スカイラーが家出人と判断されたから。まず誘拐だとすると、犯人から身代金の要求なり何かしらのアクションがあるはずなんです。ところが今回は何もありませんでした。さらにスカイラー家の防犯カメラには、彼女がいなくなった日の深夜12時半、家の前に止まったセダンにスカイラーが自ら入っていく様子が映されていたんです。映像の中の彼女に抵抗する様子が全く見られなかったため、この点からも誘拐事件だとは思えないと判断されたんです。じゃあ何？家出だったってこと？でもなんか家出したとしても見つかってないんでしょ？いない時点で家族としては不安なんですけど、事件性はないと判断されたためアンバーアラートを発動しなかったんです。このまま何もせずにいられるか。少しでも情報を集めないと。スカイラーの失踪から数ヶ月が経った頃、いつまで経っても進展しない捜査に業を煮やした両親は、情報提供を募るビラ配りを開始します。すると、自分たちにも手伝わせてほしいと名乗り出た少女が2人いました。スカイラーの親友シェリア・レイ・エディとレイチェル・ショーフです。シェリアはスカイラーの幼馴染で、レイチェルは高校からの友人。スカイラーと2人はいつも一緒に過ごしている仲良し3人組で、バイト先も同じでした。さらに2人はスカイラーと同じく成績優秀な優等生で、スカイラーの両親からも可愛がられていたんです。親友が行方不明なんです。ご協力お願いします。シェリアとレイチェルは来る日も来る日もスカイラー捜索のためのビラ配りを手伝っていました。しかし失踪から半年後、そんな彼女たちの協力も虚しく、スカイラーは最悪の形で見つかってしまうんです。親友2人も手伝ってくれてたのに、これはちょっと心苦しいわね。
家族としては親友2人の助けに支えられてたんですけど、スカイラーの遺体が発見されてからその2人思い思いの反応を見せるんです。とも思う2人。2013年1月16日、スカイラーが失踪してから半年が経ったこの日、ついに彼女は発見されました。場所はウェストバージニア州の隣、自宅から約50キロ離れたペンシルベニア州ウェインタウンシップ。そしてその時、スカイラーはすでに息絶えていました。遺体が発見されたのは川沿いにある遺跡のそば。遺体は石や落ち葉、枝などで覆い隠されていたものの、埋められた形跡もなく、場所さえ分かればすぐに見つかるような状態で遺棄されていました。こんなの信じたくないわ。変わり果てた姿で帰ってきたスカイラーを前にむせび泣く両親。ビラ配りを手伝っていた親友2人もひどく落胆していました。そのうちの1人、シェリアはその日のツイッターでスカイラーへの追悼の意を表しています。人生最悪の日だわ。スカイラー、安らかに眠ってね。あなたはいつだって私たちの大親友よ。そして何を隠そう、この日スカイラーの遺体が見つかったのはある人物によるタレコミがあったからなんです。その人物はスカイラーを思うがあまりいても立ってもいられず、警察署を訪れていました。そう、タレコミを行ったのはもう一人の親友、レイチェル。身近な人物が遺体の場所を見つけたって言ってた。レイチェルだったの？思いっきりビラ配りしてた子でしょ？レイチェルもしかしたら犯人なんじゃない？そう思いますよね。その真相を確かめるべく事件当日の様子見ていきたいと思います。裏切られた友情。事件当日の7月6日深夜12時半、アルバイトから帰宅したスカイラーが就寝の準備をしていると、携帯に着信が入ります。電話の相手は親友のレイチェルでした。スカイラー、今あんたの家の前にいるんだけど、ちょっと出かけない？スカイラーが外を覗くと、そこには1台のセダンが。わかった。ちょっとだけ付き合うわ。彼女は両親にバレないように窓から家を抜け出します。そのままスカイラーとレイチェルは車を走らせ、家から30キロ離れたペンシルベニア州の森へやってきました。ここは彼女たちのお気に入りの場所。スカイラーたちはあることをするため、いつもこの森を訪れていたんです。彼女たちの目的、それはマリファナを吸うこと。マリファナ？スカイラーって優等生じゃなかったの？優等生がね、隠れて悪いことをしてたパターンですよね。はいはい。そしてついに事件が起きてしまうんです。自宅から遠く離れたペンシルベニア州の森を訪れたスカイラーたち。親友のレイチェルはいつものようにマリファナを取り出し火をつけようとする。しかしこの時彼女はふと思い出したようにこう言った。ああ、ごめん。ライター車に忘れてきたわ。スカイラー取ってきてくれない？何の気なしに頼むレイチェルの様子にスカイラーは仕方なく車へ引き返した。するとその直後、背後で何やらカウントダウンをする声が聞こえてきた。3、2、1。何事かと振り返るスカイラー。次の瞬間、彼女は腹部に焼けるような痛みを覚え、その場にうずくまる。目の前には血に染まったナイフを手にしたレイチェルが立っていた。スカイラーは訳も分からず逃げ出そうとする。しかしレイチェルはすぐに彼女を捕まえると馬乗りになり、続けざまにナイフを振り上げた。しばらくすると全身をめった刺しにされたスカイラーはピクリとも動かなくなってしまった。そして遺体となった彼女を眺めながらレイチェルは誰かに話しかけるようにこう言った。さあ早く死体を隠しましょう。そう、彼女の隣にはもう一人の親友シェリアが立っていた。ちょっと待って。レイチェルとシェリアの共犯だったの？その通りなんです。親友2人に襲われたスカイラーの遺体は全身50箇所以上を刺された見るも無残な状態になっていました。その後レイチェルとシェリアはスカイラーの遺体を車で運び、近隣の遺跡のそばに行き、彼女たちは当初遺体を埋めるつもりでいたんですが、予想以上に土が硬く仕方なく石や落ち葉、枝などを集めて隠すことにしたんです。遺体を隠し終えると2人は血のついた服を新しい服に着替え、何食わぬ顔で帰宅。スカイラーを探すビラ配りにも彼女がすでに亡くなっていると知りながら協力していました。さらにここまでの2人の犯行は実は数ヶ月前から計画されていたもの。事前に犯行現場を下見し、殺害方法や遺体遺棄の方法まで入念に考えた上での犯行だったんです。車のトランクにはナイフや着替え用の服、血を落とすための漂白剤からシャベルに至るまで犯行に必要なもの全てが揃えられていました。そして計画通り彼女たちの犯行は長い間バレずにいたんですが、半年後の2013年1月16日、レイチェルがついに犯行を自白。実は事件後、罪の意識に苛まれた彼女は精神科に入院するほど心を病んでおり、退院してすぐに警察を訪れたんです。何が何だか意味は分かんないもん。3人親友だったんでしょ？それで計画的に殺すって相当恨みあったんじゃない？恨みとは実は違うんですよ。どういうこと？彼女たち3人は思春期だったんです。思春期ならではのいろんな感情がね絡み合っていたんです。少女たちの葛藤。
逮捕後殺害動機を問われたレイチェルとシェリアはスカイラーについてこう語りました。スカイラーのことは嫌いだったの。友達でいるのも嫌だったわ。そして実は事件の数日前にはスカイラーもツイッター上でこんな投稿をしているんです。あの二人は信用できない。親友だったスカイラーとレイチェル、シェリアの間には確かにわだかまりが生まれていました。それはレイチェルとシェリアのある秘密をスカイラーが知ってしまったからなんです。事件が起こる数ヶ月前の夜、スカイラーたち3人はいつものようにドライブへ行く約束をしていた。ただ、この日はスカイラーのバイトが長引き、彼女だけ少し遅れて合流したのだ。バイト先のファーストフード店を後にすると、近くに止められていたシェリアのセダンへ駆け寄るスカイラー。シェリア、レイチェル、お待たせ。そう言いながらセダンの窓ガラスをノックしようとしたスカイラーだったが、次の瞬間、彼女の目に思いもよらない光景が飛び込んでくる。車内ではレイチェルとシェリアが激しく愛し合っていたのだ。そんな。ショックを受けたスカイラーは何も言わずにその場を走り去ってしまう。やばい、スカイラーに見られた。すっかり熱が冷めてしまったレイチェルとシェリア。そして彼女たちはこの時、そこはかとない不安に襲われていた。ねえあの子、私たちの関係言いふらしたりしないわよね。わからない。もし言いふらしたら。それだけの理由で殺しちゃったの。まあね、俺らからしたらそう思うけど、当事者からしたら大きく捉えたんでしょうね。だとしてもやったことは許されないですよ、もちろん。こうして2013年5月1日、レイチェルとシェリアは殺人罪で起訴されることに。彼女たち2人は未成年ですが、計画殺人ということもあり、成人と同じ扱いで裁かれる予定でした。ただ、レイチェルは司法取引に応じ、自ら罪を認めたため、未成年扱いに戻され、30年の実刑判決に。一方のシェリアは無罪を主張し、成人扱いで判決を受けることになりました。彼女も最終的には、両親の呵責から無罪の主張を取り消すんですが、それでも成人扱いの判決は変わらず、最低15年間は仮釈放なしの終身刑となります。高校生の女の子が懲役30年って終身刑って結構長いわね。この人たちは生きれますからね。死んだ人は帰ってこないんで、当然の報いなのかもしれないですけどね。でもやっぱりこれからっていう年齢なのに、人生の前半を棒に振ってしまうようなことではありますよね。そしてね、同時にこの事件は社会にある意味で大きな影響を及ぼすんです。少女が親友を殺害したという衝撃的な内容から注目されたこの事件は、社会に対する問題提起のきっかけとなりました。問題視されたのはアンバーアラートの発動についてです。今回は誘拐事件の可能性が低いとみなされた結果、アンバーアラートが発動されませんでした。これを受けて、子供が誘拐されたと考えられる、子供が死亡または重傷を負う可能性が限りなく高いというアンバーアラートの発動条件がそもそも曖昧すぎるのではないかと言われ出したんです。さらに言えば、アンバーアラートには行方不明とされてから48時間経過していなければ発動できないという原則がありました。48時間も待っている間に手遅れになってしまう可能性は高く、この点もスカイラーの事件をきっかけに指摘されることになったんです。こうして事件の発覚と同年の2013年5月にアンバーアラートの発動条件が改定されることになります。この改定をもって失踪事件の際は家出か誘拐かに関わらず、直ちにアンバーアラートが発動されるようになったんです。この法律はきっかけとなった今回の事件になぞらえてスカイラー法と名付けられました。親友同士だった3人の少女のすれ違いから起こってしまった今回の事件。多様な恋愛の形が受け入れられるようになった現代なら、このような過ちは起こらなかったのかもしれません。